西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。こんばんは、西田夏実です。こんばんは、飯村優太です。ご覧ください、10月の背景になりました。そりゃ10月ですからねなりますよ。またすごい可愛い感じになりましたけど、ここ何回かの中では割と普通というか画面静かですね。果たして本当にそうでしょうかね。所詮君は僕が頑張って作った背景をその程度しか見ていないということですね。全然気づいてないんだけど。10月といえば10月といえば、はい、ハロウィン。もう10月のケツもいいとこですけどね。そうなんだけどね。ハロウィンといえばこれ一番上のかぼちゃが私になってる。顔が様子がおかしいぞ。まあ難易度的には初歩の初歩ですね、これね。いや、なんかさ、ほら下のかぼちゃにもさ顔がついてるからすごい紛れてますね、これね。いや、しかもこれちゃんとさピクトグラムっぽい感じになってるから主張がちょっと控えめですね。もちろん上のかぼちゃはそんな顔してませんでした。そうでしょうね、わざわざ作ったんだこれ。顔を上から貼り付けただけなんですけどねむしろ窓の外の方が大変だったわ。何が大変だったの？同じの何個かくっつけてるんですよ、それ。そうなんだ。一つだとあまりにも寂しいから。生い茂ってるように見えるけど、それもともと一つのやつを増やしてるだけですから。一本の枝を。これ散ってるのも重ねてるの？散ってるのは2つぐらい重ねてます。そうなんだ。すごいね。もうなんか秋の終わりって感じだね。11月どうすっかな。これどっちかっていうと11月ぐらいの散り方してますけど11月マジでネタがねえんだよな。文化祭。窓の外で。確かにね、難しいねまあそれはね、また 2,3 週間後ぐらいに考えてもろて、皆さんこの可愛いかぼちゃとともに1ヶ月よろしくお願いします。こいつはな、どのぐらいお披露目できるのかな。頑張りたいね。おい。このアイデアのゴミ箱は俳優飯村優太と脚本演出家である西田夏実の2人がおしゃべりするラジオ的なものとなっております。週に1回ラジオ、不定期でおまけ動画を投稿していく予定です。それでは始めていきましょう。西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。チャンネル登録、高評価よろしくね。西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。改めましてこんばんは、西田夏実です。どうも、飯村優太です。感激の感想シリーズようさぎ団36フラワー。よ。久しぶりの感激の感想シリーズでございます。で、しかも2人で同じ作品を見に行って2人で喋るっていうのは実は初めてです。なんだかんだで今まで別々の作品について話してましたからね。そうなんですよ。というわけで今回は以前このラジオにゲストで来てくださった水木優奈さんが、その際にお知らせしていましたよね。してましたね。で、そちらの公演に感激に行ってまいりました。よっ。我々この公演ですね、初日のプレビュー上演っていうゲネを見れるやつみたいなことなのかな。でもね、これ聞いてみたらゲネはゲネでやってるらしいです。そうなんだ。はい。てっきりゲネをそのまんまって思ったけど違うんだ。まあね、お客様に見せるまでのリハーサルみたいなのは多ければ多いに越したことはないですからね。あとやっぱり何役もね、やる方もいるんで、着替えだったりとか、裏回りだったりとか、いろいろ大変なんでしょうね、きっとね。ごめんなさい。ここまで聞いてくださった方になんですけど。今更ですけど。ネタバレめちゃくちゃ入ってくると思うので、もしまだこれから見に行くよとか、配信見るよっていう方は、ちょっとね、15分ぐらいまで飛ばしていただけたらなっていうふうに思います。はい。そう。で、ざっくりこの話を言うと、戦国武将たちがいっぱい出てきます。戦国時代絵巻みたいな感じ。ちょっとね、アレンジというか、この作品の設定に合わせて変えている部分はあれど、とにかくね、いっぱい出てくるんですよ。その当時に頑張って生きていた人たちが。だから戦国時代を全く知らないで見るよりは、ちょっとくらい知ってた方が楽しめるかもしれない。そうね。私結構戦国時代って苦手なんですけど、ちゃんとエピソードを丁寧に描いてくれているんで、そっか、こういう人だったんだとか、この人とこの人はこういう関係だったんだっていうのを、ちゃんとストーリーの中で把握しながら見ていけるので、もちろんね、当時の知識があった方が楽しめるかもしれないけど、なくても全然楽しめる。大河ドラマ好きな人とかはね。そうだね。自分の推しが出てきたら結構楽しいかもしれない。そうだね。で、出演者が17人。
これね、前説でね、言ってたんですよ。前説でね、歌ってました。そうなんですよ。お話が前後しちゃってごめんなさいね。毎回歌ってるのかな。少なくとも前回私が見に行った時も前説歌ってたんですけど。うさぎ団名物って言ってたから、毎回やってるんじゃなかろうか。やってるんだね。そう。で、劇団員さんだけで歌って踊って注意事項を伝えてくれる。で、終わった後に、ちゃんと促しましたからね、みたいな。しっかり歌詞で促してました。そうで、話が前後しちゃったんですけど。はい。だから17人いるんですけど、当然、戦国時代に活躍したメインの人たちだけを取り扱っても全然人数足りないじゃん。うん。から、結構みんなすごい勢いで金役してるんですよ。金役してましたね。ね。平気で4、5人とか金役してますからね。前後関係バラバラで兼ねてましたからね。で、ちゃんと説明してくれるキャラとかもいるんですよ。自己申告型でね、しっかり説明してる人いましたね。そう。我々2人の知り合いの末永善さんとかも言ってたね。僕今は何役、さっきは何役って言ってましたね。うん。でも、お兄ちゃんだから大丈夫っつって、その前やってたキャラのお兄ちゃんだからっていう、その謎のどうやって決めてるんだっていう。ね。なんで、前説でそういうポップな感じで始まり、で、戦国時代をモチーフにした作品であるので、当然ね、殺したり、殺されたり、裏切ったり、裏切られたり、みたいなのはあるんですけど、要所要所に会話の噛み合わなさとか、そういうのが入ってくるから、結構ね、気楽に見れるんですよ。R 指定のシーンをしっかりやるわけではないので、今、やったなっていう、ライトな書き方なんだね。1対1の殺し合いとかもダンスで表現してたりとかね。あと戦を高校野球で表現したりしてました。してた。あと、これ、飯村さんのお知り合いではあるんですけど、中田さんこれね、どっちだったかな教えてください。正道さん、間違ってたらごめんなさい。今仮に中田さんとしましょう。そう、中田正道さんっていう、シェンロンっていうところの所属の俳優さんがいらっしゃって、はい。彼がね、そこのシーンまでも、金役いっぱいやってて、すごくコミカルに。で、やっぱさ、めちゃくちゃ上手なのよ、あの人。上手だから面白いんだけど、で、結構最後の方のシーンで、軍隊を一人で表現してて。体にさ、五寸釘刺すみたいなやつの。もうちょっと可愛いでしょ。人型の人形がいっぱいわってくくりつけてあって、体に。この人が一人で軍隊ですっていうのを、真田幸村とかが、城の中から銃でバンバンバンって撃つんですよ。はい。でもあれって、実際に見えてるのは、正道さんと、体にくくりつけられてる人形の数だけど、実際はもっと多いじゃん。何千何万の軍勢ですね。そうだから当然撃ってる側はそのつもりで撃つから、いっぱい撃たれるわけ。で、リアクション取んなきゃいけないから、一人でめちゃくちゃいっぱい撃たれてるリアクションを取って大変そうっていう。一人だけ真ん中で勝手にビクンビクン動いてましたね。あんな大きい体で。そう、だから最初はもう結構終盤だったし、そういう戦のシーンになってきたから、シリアスなシーンなのかなと思いながら見てたけど、いや、これ違うなって。そう、鉄砲でバンバン撃たれてんのに横で西田さんずっとクスクス笑ってる。そう。でも多分他の人も笑ってたよ、きっとあれ。でもあれね、ギャグ寄りのコミカル演出なのかなって思ったんですけど、後から考えてみると、人って集まって軍勢になると、一つの意志を持つっていう意味なのかなって思って。なるほどね。だってさ、正直さ、ああいう表現の時ってさ、人出さなくてもいいじゃん。そう、客席に向かってとか、いろいろやり方があるんですよね。そう。役者さんは景色として見えてるけど、お客さんには物としては出さない。だから集団の意志という意味合いがあるのかなとか。じゃあ結構大事な役だったね。もう見てきてすぐ撮っているぐらいの感じなので、はい。話が行ったり来たりとか、喋ろうとしてたけど、そのまま流れてって何を言おうとしてたんだろうとかあるかもしれないんですけど。あんまりね、まとまりはないです。ごめんなさい。言っておきます。これだけ聞いてると、ギャグテイストな話なのかなって思われてしまうかもしれないんだけど、そうではない。僕は要所要所結構強烈な社会風刺的なものを感じたりしました。私も思ったし。社会風刺っていうか現代風刺。現代代表みたいな男性のキャラがいるんですよ。生きる気力がないっつって。で、死なないかなみたいな。で、最後のシーンね、本当に最後のシーンで、バーンっつって交通事故で倒れるんですよ。あの時に私、そういうハッピーエンドなのかなと思ったの。あなたが好きなタイプのね。うっかり死ねたって、そこまで頑張ってきたけど、そこでうっかり死ねたっていうことなのかなと思ったら、最後のシーンでちゃんと生きてて、今後の人生幸せになりそうな一応雰囲気を出していたんで、ちゃんとハッピーエンドだって思ったの。
すぐね、こうやってね、バッドエンドやっつって。バッドエンドじゃないよ、でもその場合はね。うん。ある種のハッピーエンド。なんだっけ？メリバッドエンド？うん。そうで、この作品のタイトルがフラワーなんで、はい、こう作中に花を咲かすっていう表現がちょいちょい出てくるわけですよ。うん。花を咲かすってなんだろうなってずっと思っていて。はいはいはい。でもそれが多分一番最後の現代代表独身男性のあれが全てを語っていたのかなって思って。うん。この花を咲かすっていう表現はね、確かにちょっと女性には難しいかもしれないんですよね。あ、そうなの？っていうと、ちょっと話題的によろしくないのかもしれないけど、男女差別だとか言われたらもうごめんなさいなんですけども。あ、まあでもあるよ。性差はね。人生一花咲かせるっていう感覚はどうしても男性の方が強いのかな。ああ、でもそれは、もしかしたらね、今の時代だと女性も持っているかもしれない。多分私も持ってる。でもちょっとね、私が女性代表で語るのはあんまり良くないから。で、その花が人それぞれにまあ形は違いますよ。死んでも咲かせられない人もいっぱいいますよっていう。そんな中で現代代表のあのおっちゃんは、咲かそうとも思ってなかったけど、予期せぬところで咲かせたと。そんなこともありますよと生きてりゃ。人を救ってね。うん。で、最後に、その助けた親子から、ちゃんとした花を買うお金がなかったので、こんな花でごめんなさいっていう感じで、花が一束、お供えじゃねえや。なくなってるやん。小脇に置かれてるんですけども。どんな花であろうが、その人の咲かせた花には変わりないという、そういう意味なのかなと。結構途中で、その武将たちがそれぞれの人生で感じた絶望とか諦めとかいっぱい描かれていて、そういうのめちゃくちゃ刺さるのよ。で、そこでグサ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 ってなって最後にこう抜いてもらえるみたいな。要所要所時代の流れって言って、なんか渦みたいになるとこあるじゃないですか。あるね。で、地震が起こったりとか。ちょいちょいやっぱ現代に絡めてんのかな、そういうとこもっても。台風と地震って言ってましたっけ？演出的な視点になっちゃうけどさ、人が渦になってるとことかもさ、役者さんなんとなくやったんだとうまくいかないんですよね。あの衣装であの人数、あの広さの空間ってなると、ちょっと練習しないと厳しいんじゃないですか。練習もそうだし、役者さんがそれぞれちゃんと周りにアンテナを張って、人とぶつからないように、ただぶつかっちゃいそうになったっていうのが分かんないように動いていかないといけないじゃん。段差もあるしね。そうで、しかもあと舞台上の変な空間ができないように、あそこ人いないから行かなきゃとかっていう、いろんな感覚を研ぎ澄ませてやんなきゃいけないから、あれはね、役者さんの力めちゃくちゃ必要なんですよ。で、そんな時代の流れ云々でね、いろんな人たちがこうわーっとなってるこの話なんですけども、はい。戦国時代に武将といえば誰って言われて、絶対に名前出てこねえだろっていうような人たちもちょいちょい出てきたりするんですよ、この話。そうだね。で、そんな中、切っても切り離せないのかな、こういう時代からは。キリスト教。はいはいはい。を、なんか広めたがってる武将の一人で、なんて読むんだっけあれ、読み方難しいんですよね。なんだっけ照積だったかな。正解。明石照積っていうキリスト教オタクの武将が、これ演じてるのが、まああなたもね、馴染み深いと思いますけども、末永善さんという俳優さんでございます。はい。いやー、キリスト教オタクの役似合ってたね。わかる。その前にもね、真田のお兄ちゃん役とか、柴田勝家役かな、一番最初やってた。とかやってるんですけど、なんだうさんくさい宣教師向きな。わかる。あれですよ、うさんくさいってのは褒め言葉ですよ。この人布教したがるわきっとって思うもんね。まあそんなこと言ったらキリシタンに怒られるかもしんないけど、いや、善さんね、真逆の人なんですよ。めちゃくちゃ誠実でいい人だし。まあ変わってるかもしんないけど。だから、うさんくさいとは真逆の人のはずなのに、役になるとなんであんなにうさんくささ出すの上手いんだろうと思って。多分ね、知ってる人の中で一番上手いと思う。教祖様とか、詐欺師とか。だから、頭を使う役なんだよね、きっとね。そうね。行き当たりばったりでできない役だからね。そう。そう、善さんは、なぜかキリスト教布教者で輝いてました。輝いてたね。いや、他にもいっぱい輝いてるとこあったんだけど、なんかあそこだけ私は確かに輝いて見えたね、すごく。そう、前半のね、なんかよくわかんねえイチャイチャしてるシーンとかも好きだったんですけども、なんかね、最後の照積さんの輝きには一歩及ばずかな。なお、これは僕の個人的な感想です。そう、我々が好みだったって話だよね。で、まあ、知り合いの役者さんもね、そうじゃない役者さんもいっぱい、いろんな役を兼ねてる中で、全く金役をしてないやつがいましたね。金役してないんだ。してないんです。あらららら。これは、由々しき事態。なんでよ。水木優奈さんがね。はい。淀殿の役だったんですよ。
そう、もう、作品通して幼少期も含めて、その役。結構切れ散らかしてるんですよ。まあ、切れ散らかしてますね。そう、割と、おしとやかな大人の女性で出てきたなって思ったんですけど、最初は。豊臣秀吉にすげえ切れ散らかしてて。発声も滑舌もいいじゃん。で、低くていい声してるし。から、すごいんだよ、なんか。悪役女子プロレスラーみたいになってました。褒めてます。顎わしづかみにしてましたからね。してた。そうそう、相手に威圧感与えるのがすげえ上手なの。本人真逆なんだよ、さっきと同じこと言ってるけど。本人めちゃくちゃ繊細で、周りにめっちゃ気使うタイプなの。で、柔らかい優しい女性なんだけど、めちゃくちゃああいう役に似合うよね。前から思ってたけど。パワー系ですから。汚れて、パワー系で、いや、使い勝手いいな。何それ。そう。めちゃくちゃ真面目だから、私も演出つけたことありますけど、こっちがね、変なオーダーしてんの分かる。ごめんねって思いながら言ってることって結構あるんですけど、それをね、めちゃくちゃ真面目に、読み解いて、次、なんとか形にして持ってくるっていう、パワー系かつ真面目だとそうなるんですよ。真面目をパワーで押し通すから。真面目すぎてね、本来役者には必要ないんですけども、普通の人としてあって当たり前の感情がね、ないんですよ。何それ。土地狂った演出とかつけられたら、なんでホワイが出てくるじゃないですか。彼女はね、それ考えないんです。やってって言われたことを第一にして。そう。じゃあどうやったらできるかっていうところにすぐシフトできるんだよね。はい。というわけで、この公演が、10月の10日から14日まで上演しております。場所は東京都中野区にあるアクトレという劇場です。一応 URL とかは概要欄に貼っておきますので、見に行ってみたいなと思った方はそちらからチケットを購入することもできますし、現地に行くのがどうしても厳しいよ、でも見てみたいよっていう方は配信があります。配信は生配信プラスのそれのアーカイブっていうのを10月の27日まで見ることができますので、よかったらご検討ください。中野アクトレさんがそんなに大きい劇場ではないので、なるべく早めに行って自分の見たい席取るのがいいんじゃないかなと思います。そうですね。久しぶりの感激の感想シリーズでしたけれども、ちょいちょいね、出していきたいなっていうふうに思いますので、我々スタッフもかじっていたりしますので、ちょっと違う感想を聞きたりすることもありますので、よかったらチャンネル登録してまた聞いていただけると嬉しいです。お願いします。ここからはお知らせコーナーです。ブースで私の作品の脚本 DVD などを販売中。西田さんのフリー台本や僕が出演している作品もありますよ。YouTube では私が演出、出演で関わった残骸のミュージックビデオが公開中です。これらの URL は概要欄にありますので、ぜひご覧ください。僕の出演舞台が12月18日水曜日から22日日曜日に東京都恵比寿のエコー劇場で上演されます。詳細や予約フォームは概要欄に貼りましたので、ぜひ遊びに来てください。よー、ハマってる？別に。そう。このチャンネルではラジオとおまけ動画を投稿していく予定です。X やアメブロ、TikTok もぜひ見てください。チャンネル登録、高評価、よろしくね。ミーティングルーム。このコーナーは表現に関わる我々二人が様々な企画を行い、今後の活動に生かすアイデアを得るという名目で行われるバラエティパートです。やっと我々二人分の16タイプ性格診断の動画を出すことができました。世の中に出ないんだと思ってました。なんてこと言うんだ。出すわ。撮ったのいつでしたっけ？下手したら8月だね。めちゃめちゃ前やん。そう、なんか隙間で編集しようと思ったら隙間がなかったっていう。なんなら自分の結果忘れてましたもんね。アルファベットはちょっと覚えてらんなかったな。というわけでですね、あの時は結果を出してさ、そのままになっちゃったじゃない？なんで、ラジオの方で2人の性格タイプっていうのをもとに相性とかね、あと、この性格タイプはこういうランキングだとないんですよとかっていうのをネットで探してきました。なんで、今回はそれについて、喋っていきたいなっていうふうに思うんですけど、ですね、血液型診断っぽい感じで、あんまりガチで真実。あんまりガチで真実？あんまりガチで信じないで、ゆるーく、そうなんだっていう感じでね、聞いてもらえれば。
いいことは信じてください。悪いことは信じなくていいです。はい。というわけで最初にですね、振り返りというか我々の結果についてです。MBTI 診断。正確に言うと我々が受けたのはちょっと違うんですけど、4つのカテゴリーっていうのがあって、分析家、外交官、万人、探検家っていうカテゴリーがあって、さらにその中で分かれて全部で16タイプっていう風になってます。で、その16タイプがそれぞれ T と A に分かれていて、アルファボットのね。アルファボットのね。突っ込まなかったのね。で、これ何かっていうと、A の方は自己主張型って言って、すごい簡単に言うとポジティブ。T の方は神経型と言って、簡単に言うとネガティブです。さて、我々はですね、西田さんは分析家に属する建築家 INTJ の T。ネガティブだ。そう、ネガティブなんですね。完璧主義傾向、自己批判的で内省的、不確実性へのストレス、高い分析力と創造性、継続的な自己改善欲求。飯村さんの方は探検家に属する起業家 ESTP の A。ポジティブだ。そうなんですよ。もうここからして合ってるんですけど。高い適応能力と問題解決能力、行動力と冒険心、現実的で実践的な思考、自信に満ちたリスクテイク、社交性と影響力の強さ。いいことしか書いてない。いや、これは両方ともいいことしか引っ張ってないんですよ。なんかあなた、そこそこ悪いこと書いてなかったっけ？完璧主義傾向、自己批判的で内省的。なんかその辺あんまりいいイメージなくないですか？不確実性へのストレス。あんまりいいイメージなくないですか？確かに。で、私の方、建築家 INTJ の T はオンライン学習向き。学ぶことに意欲的であり、で、自己管理能力も高い。そして内向的。家でずっと一人で勉強するのが苦痛じゃない。決してオンラインじゃない学習に向いていないということではなく、普通の人よりもオンライン学習に向いているっていう、プラスな方向で考えた方がいいんですね、これはね。そう、オンラインは自分のペースでかつ自分のやりたいように勉強できるから、そういう意味でも向いてるっていうことみたい。じゃあやっぱり普通の学校とか向いてないってことなのか。なんてこと言うんだ。建築家のネガティブタイプは IQ が高い人が少し多いらしいです。ちなみに私 IQ 高いです。ちゃんと病院で調べました。ちゃんと病院で測ると高いんだよ。値段の話？値段が。で、あとですね、ストレスから塩分や油を好む。あと酸っぱいものとか。肉しか食わないですもんね。そんなことないでしょ。で、あと恋愛の側面から見たサイトっていうのもあって、ネガティブ建築家は一途。ネガティブだからね。関係あるのそれって。ネガティブな浮気症っているか？いるんじゃない？自分に自信が持てないから承認欲求で浮気する人っているじゃん。飯村さんのポジティブ起業家、肥満になりやすい。まずそれって何？今この時を楽しむという性格。簡単に言うと先を考えないタイプなので、今が良ければいいっつっていろんな食べたいものを食べる結果肥満になるらしい。肥満かどうかは置いといて、これは大体当たってますね。今を楽しむわね。そうだね。明日地球が滅びると思って生きてるから。ちょっと話それるけど、例えば、地球がなり自分の寿命がいついつまでに終わりますって言った時に人はどうするかみたいな話、何もしないんじゃないかっていう考え方があって、時間が有限であるから楽しまなきゃいけないっていう考え方をするじゃん人間って、でももう例えばあと1年ですとかって言った時に自分が今幸せになったり楽しんだりっていうことをする束縛から抜けれる、何もしないということができるじゃないか。確かにね、今を楽しまなきゃとかそういう気持ちにせかされて生きてるなっていう気はした。今を楽しまなきゃとは思わないけど、明日全部が終わるって考えたら絶対に普段やらないことやる。そう。僕はそう。それはね、考え方は分かれるとは思うけどね。サイコパスの可能性。可能性がなんやねん。おまけの方を見てくれた方は分かると思うんですけど、規則は破るためにあるとかって言ってるんですよ。結果の文章でね。ありましたね。僕は決して規則は破るためにあるとは思ってませんよ。そう？規則はちゃんと秩序を守るためにあるんです。だから、その秩序の中で普段生きてるから、じゃあ明日お前の寿命は終わるって言われたら、じゃあもうそんなもん全部今まで破れなかったもの破ってやるよっていう、そういうことですよ。自分には関係のない秩序になるからね。そう。
で、次が、モンスター社員に多い。モンスター社員って何ですか？文章を読んだ感じだと、なんかちょっと問題児みたいな。このモンスターってのはあれですか？モンスターペアレンツとかそっちのモンスターに近いんじゃない？要するに、周りとの調和をちゃんと作れないみたいな。起業家だから、俺が正しいっつって言ってたんですよ。ただこれ、モンスター社員に多いって、なんで社員限定なんですかね？わかりやすいからじゃない？その集団でっていうところでさ。で、恋愛的なところで言うと、情熱的で冒険好き、目移りをする。浮気症です。チャレンジャーだから。世の中の起業家に謝れ。この時点で割と真逆な感じなんですけれども、この日本人の中で、この性格タイプがどういう割合でいるかっていうのも出してるサイトがあって、ちょっと微妙にね、違ったりはするんだけど、私が見たところだと、建築家は16位。最下位。1.9% です。一番少ないってことですね。そうですね。起業家は8位。真ん中。6.5% です。でもこれがまた T と A で分けると順位が変わったりはしますけど。起業家8位なの？ね。そりゃ世の中から戦争はなくならないね。性別ごとに男性は1位巨匠、2位論理学者、3位建築家。男性だと建築家は3位なんですか？男性の方が多いんだね。だから女性の場合は1位から順番に擁護者、主人公、領事館、提唱者で、我々の性格タイプの相性っていうのを見ました。はい。16タイプいるうちの11位。くっそ引く。お互いに相手に管理する、される、上司部下なら丸って書いてあります。要するに仕事関係だったらってこと？我々の向いてる仕事ですね。これはセカンドライフの参考になるかもしれない。転職だ。向いている仕事、建築家、編集長、クリエイティブディレクター、マーケター、経理、研究者、教師、弁護士、歯科衛生士、理学療法士、監督、脚本家、フォトグラファー、ジャーナリスト、ウェブデザイナー、プロダクトマネージャー、ソフトウェア開発、プログラマー、事業戦略担当、データアナリスト、ファイナンシャルアドバイザー、IT エンジニア、薬剤師、パーソナルトレーナー。いっぱい向いてるお仕事ありますね。いっぱい探してきました。簡単に言うと、大人数でやらなくていい仕事って感じじゃない？脚本家もあったし、あと教師があったの嬉しいな。聞いただけだとピンとこないものも何個かありますね。要するに数字だね。ソフトウェア開発とかもさ、うちの父ちゃんそうだけど、それが遺伝された形跡ないなってずっと思ってたんだが。じゃあ次、起業家ですね。はい。クリエイティブディレクター、アートディレクター、経営者、業務統括責任者、セールスマン、総務部長、アスリートトレーナー、警察官、救急救命士、スポーツ選手、プロジェクトコーディネーター、ブランドアンバサダー、不動産仲介、俳優、パイロット、船長、自衛官、医師、写真家、旅行ガイド、YouTuber。逆に向いてない仕事ないんじゃねえのこれ。表に出る仕事をやりたがるみたいな感じだった気がする。裏で支えるっていうよりかは。総務部長って。具体的やな。俳優もあるじゃん。体鍛える系の仕事多いね。それは、限られた脳筋たちが。いや、だって私一個もなかったよ、そんなの。なかったね。そう。総務部長いいな。案外責任者系多いんですね。絶対嫌だけどな。確かに飯村さんそういうの嫌がるタイプっぽそうだけどな。はい。一番嫌いな言葉は責任です。ね、絶対上に立って引っ張るっていうことやんないもんね。嫌いな言葉は責任です。じゃあ、そんな我々が向いてない仕事っていうのを見ていきます。来た、向いてない仕事。あるんだ。まずは建築家。保育士。なんで笑ってんだよ。声を出さずに笑うんじゃないよ。ラジオだぞ。心理カウンセラー、インストラクター。保育士。なんで教師が OK で教師はあったのに保育士ダメなんだ。子供はダメってこと？確かに私子供好きじゃないんですけど。子供ダメってことですね。悪影響を及ぼすってことかな？そんなことはないよ。心理カウンセラーもダメっていうのはこれも悪影響を及ぼすってことかな？いや、心が傷ついた人が来ることが多いから、正論とか言って傷つけちゃうみたいな。悪影響しか生まねえな。
インストラクターもだから、例えばね、私、この運動ずっとやってるんだけど、全然痩せないんですって言われたら、足りねえんだよ、つって。それ以上におめえ食ってんだよとか言っちゃうんだろうな、きっとね。言っちゃう。でもさ、言ってるでしょインストラクターって。言い方を考えずに言っちゃうんだろうね、きっとね。それはそうかもな。これが一番この人に伝わりやすい言い方。バシュッって切り捨てるわけだね。起業家。はい。向いてない仕事。はい。コンサルタント、秘書、教師、心理カウンセラー、研究者、ウェブライター、司書、データ入力、LINE 作業。教師と心理カウンセラーはなんとなくわかりますね。そう？あなた教師とか意外とできそうだなと思ったけど。今のこのご時世の教師としては絶対にダメだと思う。なんで？すぐぶん殴るから。ニコニコできるでしょだって。ニコニコしながらぶん殴るから。なるほどね。2人とも心理カウンセラーが入ってます。そう。多分僕の場合というか起業家の場合、心理カウンセラーが向いてないのは、精神論を語り出すんだろうな、きっとな。そうかもね。一人で黙々とやる仕事がダメなんだね。デジタル系がダメなのかなと思ってた。起業家でデジタルダメって結構致命的じゃないんだって。おかしいな。一人で黙々と結構好きなんだけど。集まれ動物の森やってる僕見て思いません？怖かった。ね。あの頃ね、家にいたからね。怖かった。朝起きたら街が出来上がっていた。そう。あれを見たらどう考えてもね、僕一人で黙々とが向いてないわけがないんですよ。好きかどうかじゃないのとは思うけど、次がランキング系ですね。はい。性格の良さランキング。建築家。15位。あれ全部で何パターンあるんでしたっけ？ 16 です。下であればあるほど性格が悪いっていうことですよね。起業家。7位。真ん中。別に2人ともそんなに良くないってことよね。いや、真ん中は十分性格いいだろ。真ん中だぞ、お前。おめえ最下位じゃねえかよ。ハードル低すぎんだろ。怒ると怖いランキング。建築家。10位。微妙。建築家が起こるポイントは、非論理的な行動や短絡的な思考、建築家の計画や理論を無視することです。だから、教師ダメなんだ。教師じゃねえや。保育園の先生ダメなんだね。そうだね。自分が考えたことを軽んじられたり誤解されたりすると不満が出る。論理的に不合理な意見に対しては徹底的にその間違いを指摘し、その厳密な論理展開により相手を圧倒します。だからインストラクターとか心理カウンセラーとかできないんだね。話がつながったね。なるほど。起業家の怒ると怖いランキング4位。ポイントは自由を制限されることや退屈でルーティンな状況に置かれること。起業家の怒りは爆発的で、通常は社交的な彼らが突然激怒すると相手は驚きと恐怖を感じます。恐怖を感じます。怒り方がすごいってことね。その強烈な感情表現は周囲を圧倒します。どうやって怒るの？って怒鳴るんじゃない？多分建築家は怒鳴らない。次、嫌われるランキング。わー。まず建築家2位。2位ってことは嫌われるってことか。解説しなくていいんだよ。理由としては感情を顧みない論理的なアプローチ。全てにおいてそこなんだよな。他人の感情を考慮しない、冷たく非協力的と受け取られ、独立心があって孤立していると見られたり、協調性がないと評価されることも。見た感じ嫌われる要素しかないですね。日本はさ、そういう人をそういう人なんだなってほっとかない国だからね。起業家の嫌われるランキング5位。それなりに高いな。2人ともそうなの？怖っ。大丈夫 YouTube。理由は衝動的で計画性に欠ける行動。わかる。わかる。計画性皆無だもんね。皆無に見えるだけです。ちゃんと計画してる。いやだからそういうとこなの。起業家はしばしば瞬間の感情に流されて無計画な行動をとり、周囲を困惑させることがあります。ないなぁ。いやめっちゃある。私それでいつも怒ってる。冒険心とリスクを恐れない姿勢は安定や予測可能性を重視する人々には不安を与える原因となります。これさ、我々めちゃくちゃ相性悪いのでは？でもこれね、書いてある起業家のこれ僕にあまり当てはまらないんですよ。計画性あるし。自分がどう思ってるかじゃないんだよ。私が求めるものは不変。つまり安定ですよ。でもなんか結構さ、こんぐらいでいっか、なんとかなるはあるじゃん。それは常にそう。それね、全くない人いるからね。私もそうだけど。
はい、というわけでお互いの性格診断の結果を少し掘り下げまして、飯村さんが世の真理に少し気づき始めたところで、どうでした？建築家、でしたっけ？すごく嫌なやつだね。いや、それは自覚あるよ。起業家はね、いいやつかやばいやつかのどっちかなんだろうな。いや、両方じゃない？いいやつだけどちょっとやべえみたいな。それやばいやつじゃん。いや、いるじゃん、そういう人。いい人がどうかとやばいやばくないはあんまり関係がない。こんなね、嫌われるランキング割と上位な2人ですが、僕そんなことないです。5位だろ。上にまだ4人いる。ああ、その考え方ダメなやつやわ。まだ4パターンもいる。YouTube 見て聞いてくださっている方、見捨てないでください。あなたの嫌われるランキングは何位かな？なかなかね、面白かったんで、皆さんもお遊びぐらいの気持ちでよかったら遊んでみてくださいね。いいことは信じて、悪いことはさっさと忘れましょう。以上、ミーティングルームのコーナーでした。あいごみ。さて、あいごみラジオもお別れの時間となりました。よー。前にもさ、相性診断ってやったよね。前やったの何でしたっけ？あれはね、カップルの相性診断だった気がする。いや、あん時もさ、相性くっそ悪かったの確か。今回その相性が悪い理由がより明確になった感じがしません？前回はもうちょい感覚的な話だったけど、今回如実に出ましたね。いや、なんか1回だったらね、たまたまかなって思うけど、違うやつ2回やって相性悪いとちょっとへこむね。だって結果を見た限りもう人としてというか生き物として相入れない2匹って感じですもんね。でもね、建築家もっと他に相入れない人いるんだよ。まあいっぱいいるんだろうね、きっとね。人として見てないぐらいの勢いなんだろうね。我々は一応さ、こういう関係だったらみたいなフォローが入ってるから、まだ可能性はありますね。はい。いいんですか、その締めトークで。一応カップルでお送りするって言ってるのに、相性悪かったです、また悪かったですっつってまだ可能性はあります可能性はありますあります。数年越しに観察してください。何の可能性なんだろう。我々の関係をいい方に行くか悪い方に行くか観察してみてください。でも悪い方に行くときはね、このチャンネルの終わりだからその時はね、謹んで皆様に重大な発表がございます、そうね。その重大な発表がカッコつくように頑張ろういや、そっちに行っちゃいけないのよ。はいさて、このチャンネルでは皆様からの大切なメッセージ、アイデアをコメント欄にてお待ちしております。こんな企画をやってほしいなども大歓迎です。気楽な気持ちでコメントください。ここまで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。西田夏美と飯村優太でした。あいごみラジオ、次回に続く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。